残された手がかりは謎のシンボルと暗号のみ。1968年から今もなお未解決の完全犯罪ゾディアック事件。犯人は自らの犯行を警察へ電話で伝えたり、暗号文付きの手紙を送ったり、さらにはテレビへ出演したりと世間をもてあそぶ様々なパフォーマンスを行った。果たしてこのゾディアックの狙いとは。はいどうも、アルゴメトリーのケンちゃんです。やみやみかです。なんか最近寒くなってきたよね。いや、ほんとそうなんですよ。ここまで寒くなっちゃうと、私がみんなを抱きしめてあげたいとな。ありがためわ。というわけで今回は、完全犯罪シリーズ、現在も未解決のゾディアック事件を紹介していきます。この事件は犯人が行ったパフォーマンスが非常に派手で、史上初のマスコミ劇場型連続殺人事件と呼ばれている事件なんです。ゾディアックが起こした4件の殺人事件、マスコミも巻き込んだこの事件の壮大な全貌とは。事件発生と一通の電話。物語の始まりは1968年12月20日、アメリカカリフォルニア州にある有名なデートスポット、通称恋人の道で17歳の少年と16歳の少女の射殺体が見つかったんです。二人とも何も取られた様子もなく、犯人の動機は全くの不明でした。それから半年後の1969年7月4日、最初の事件現場近くの公園でまたも事件が起きたんです。時刻は23時過ぎ、二人の男女が車の中で会話を楽しんでいました。すると突然一台の車が近づいてきたのです。そして彼らの車の横に停車しました。すると車から一人の男性が降りてきて、なんと突然発砲したんです。そして日付は変わり7月5日午前0時4分、バレイホ州の警察署にある男から一本の電話があったんです。男が低い声で一方的に喋った後、電話は切れてしまったのですが、この電話で男は次のように語ったんです。2つの殺人を報告しよう。コロンバスパークウェイを東に1マイルほど進んだあたりの駐車場で茶色の車に乗った男女が死んでいるはずだ。凶器は9ミリのルガーだ。俺は去年もこんな連中をやっている。あばよ。その電話を受けた警察は慌てて現場に急行。男が言った通り、そこには2人の人間が撃たれてぐったりしていたんです。女性の方はすでに手遅れ、男性の方はまだ息があり、すぐに病院に搬送。なんとか一命を取り留めたんです。そして生き残った男性から事情聴取をしました。年齢は25歳から30歳ぐらいで、背は高くも低くもなく、丸顔で髪は縮れていて太っていたよ。という証言から、この事件の犯人の見た目が大まかにではあるんですが判明したんです。いやでもこれ普通に警察に自分から電話するってバカじゃない？自分から捕まりに行ってるようなもんじゃない？確かに。てかまあ絶対使わない自信があったんじゃないですかね、俺ね。そんなことある？一通の封筒と終わらない悲劇。この公園で起きた事件から1ヶ月後、警察と3つの新聞社に1通の封筒が届いたんです。封筒には汚い字で書き殴られた手紙が入っていたのですが、そこにはなんと犯人しか知り得ない事件の詳細が記されていたんです。そして照準器のような十字と丸を組み合わせた謎のマークが描かれていたんです。またこの手紙にはさらに特殊な点があったんです。例えば誘拐事件など犯人が手紙を送るというケースは他にもあるんです。その場合可能な限り自分の正体がバレるような情報は残さないようにするのが普通なんです。しかしこの手紙には差出人を書く欄になんと名前が書かれていたんです。その名前はゾディアック。これ以降犯人の名前はゾディアックと呼ばれ、一連の事件はその名前を取ってゾディアック事件と呼ばれるようになったんです。そして封筒の中には他にもさらに3枚の紙があったんです。それら3枚にはそれぞれ内容の違う暗号文が書かれていました。そして犯人の手紙によると、この3枚の暗号を解読すればゾディアックが誰なのかがわかるというのです。さらにこの手紙を新聞に載せなければ車で走り回って10人以上の人を殺すと書かれていたんです。脅しに屈した新聞社は要求をのみ、ゾディアックから届いた手紙と暗号文はついに公開されることになったんです。公開された暗号は一般市民はもちろん、海軍の暗号解読の専門家や FBI が解読を試みたんですが、なかなか思うような成果は上げられません。解読は非常に困難を極めたんです。一方で殺人事件はこれで終わりではありませんでした。
数ヶ月後、第3の事件が起こります。カリフォルニア州のベルエッサ湖畔であるカップルが食事をしていた時のことです。彼らのもとに突如覆面をかぶった謎の男が現れたんです。男は片手に銃、片手にナイフという装備で金を出せと脅したんです。パニックになったカップル、彼氏は言う通りにお金を出しますが、男は2人をロープで縛り有無を言わせずに殺害。そしてこの事件もまたゾディアック本人と思われる人物からの電話で明らかになったんです。そしてその時、急いで駆けつけた警察が目にしたのは、カップルの車に書き殴られた第1の事件と第2の事件を起こした日付、そしてあの謎のマークだったんです。そしてその2週間後、さらに第4の事件が起こったんです。今度はタクシーの運転手が乗客として乗せた男に後部座席から弾丸を発砲され、命を失いました。いや、この犯人ほんと人の命もてあそんでるわね。サイコパスよ、本当にこれは。いや、ほんとその通りなんですよ。しかもこの犯人ね、この後ね、様々なパフォーマンス仕掛けてくるんですよ。何またなんかやるの？過激化するパフォーマンス。タクシー運転手が亡くなった第4の事件の10日後、再び警察署にゾディアックから電話がかかってきたんです。そこで彼は驚きの言葉を口にします。それは、自首することにした。しかし、自首するにあたって彼はある条件を要求してきたんです。その内容は2つ。有名な弁護士をつけること、そして人気テレビ番組のトークショーに電話出演させることというものだったんです。警察はなんとこれらの条件を飲み、本当に有名な弁護士をつけて電話出演させることにしました。この時はまだ誰もが半信半疑でした。いくらゾディアックといえど、さすがにテレビに出るのはありえないとみんなが思っていたんです。しかし、その予想は裏切られます。約束の時間に本当にゾディアックから電話がかかってきたんです。しかし、その電話の声はいつもの調子とは違いました。いつものようなのぶとくて低い声ではなく、まるでか細い少年のように弱々しい声だったんです。警察は即座にゾディアック本人ではないと断定しました。そしてこの事件はさらに予想外の方向に突き進みます。その後、弁護士のもとにゾディアックを名乗る人物から手紙が届いたんです。その内容とはこのようなものでした。俺は自分から助けを求めることができない。俺の中のもう一人のあいつがそうさせてくれないからな。だんだん自分にブレーキをかけられなくなってきているのがわかる。そのうちブレーキが壊れて9人目、10人目を殺してしまいそうだ。助けてくれ。俺は溺れかけている。この手紙はスペルがひどく乱れていたんです。そしてその内容も相まって精神状態が異常であるということが伺えるものでした。そしてここから7年にわたりゾディアックは警察に手紙を送り続けます。一方で警察はゾディアックの尻尾をつかめないままだったんです。彼の逃走劇は誠に見事なものでした。そして1978年、またもゾディアックから手紙が届いたんです。そしてこれが最後の手紙となりました。そこにはこれまで37人の人間を殺したという内容が書かれていました。しかし警察がゾディアックのものと断定できる事件は4件、そして死者は5名。この37人という数字は真実なのでしょうか、はたまたゾディアックの名を語る別人によるデマなのでしょうか。真実は未だ闇の中。現在2019年も引き続き捜索は行われているんですが、1962年の第2の事件の時でゾディアックは25歳から30歳と推定されています。ならば現在は75歳から80歳であり、すでに亡くなっているというのが大方の見方なんです。いや、これもしまだ生きてるなら捕まってほしいよね、本当に。いや、そうっすね。そのためにはね、暗号を解くしかないっすね。ああ、暗号って結局誰も解けなかったの？いや、そうなんですよ。最後までね、解けるかどうかっていうね、さまつがね、残ってるんで。暗号解読。未だ未解決のゾディアック事件ですが、ゾディアックの手紙を信じるならば、彼が送ってきた暗号を解読すれば、彼を逮捕できるはずなんです。ゾディアックから暗号が届いた後、新聞社は彼の要求を飲み、この暗号を手紙と合わせて新聞に掲載したため、暗号は多くの人の目に触れることになりました。そしてその結果、なんとついに解読者が現れたんです。解読したのは高校で歴史と経済を教えるドナルド・ジーン・ハーデンという男性とその妻だったんです。夫婦はまず暗号の種類を分析しました。その結果、漢字法と呼ばれる種類の暗号であると推定したんです。
漢字法とは元の文章を1文字あるいは数文字単位で別の文字や記号に置き換えるという方法です。これは置き換えのルールさえ見抜けばほぼ確実に解読に成功できます。具体的にはどういうことでしょうか。例えば50音を頭から順に数字で置き換えるというルールがあったとしましょう。具体的にはあイコール1、いイコール2、うイコール3といった形です。このルールに従えばアルゴメトリーは141103420402という風に暗号化できるわけです。ドナルド夫婦はどのようなルールで置き換えられているのか、あらゆる角度から分析しました。しかしこの方法では芳しい結果は得られませんでした。それもそのはず、暗号には55個と非常に多くの記号が使われており、解読は極めて困難であったからです。解読の兆しが見えない夫婦は次の手段を取ります。それは原文仮定法というものでした。これは犯人の性格などから暗号文を解読して現れる元の文がどういうものなのかを仮定し、そこから暗号のルールを考えるというものです。そしてこの作戦は成功。ついに暗号の解読に至ったんです。その内容はこのようなものでした。人間は一番危険な動物だ。俺の名前は言わない。言えばお前たちは将来俺が生まれ変わった世界のために今やっている奴隷狩りを邪魔するかやめさせようとするからだ。なんと結局犯人解明につながるヒントは得られなかったんです。クソかよ。しかも実は夫婦が解明できたのは全748文字中の480文字、残りの308文字は分からずじまいだったんです。後半に事件解決につながる手がかりがある可能性もあるんです。そしてこの残りの暗号は現在も不明であり、未だ多くの人が挑戦していますが、ことごとく返り討ちに遭ってしまっています。いやほんと誰か早く全部解読して捕まえてほしいわこれ。確かに、いやなんか前10万人のプレゼント企画でさ、視聴者さん何人か暗号解いてもらったわね。で、まあ視聴者の皆さんだったらいけんとちゃいます？前世の記憶を持つ人間を知っていますか？シリアの片田舎で起きた一つの殺人事件。その事件解決の決め手となったのはなんと前世の記憶を持つ少年だったんです。果たして少年が語った事件の記憶とは？